このストーリーがいいですよね、本当に。海を渡った先にあったのは、まるで世界の端に置き忘れられたような島々だった。訪日外国人が最も訪れない島根県に、天国に一番近い島がある。すごい。海と空の境界が曖昧になるほどの青い海。断崖の上に広がる静かな牧草地。その中で穏やかに暮らす馬たち。目の前にはまるで楽園のような景色が広がっていた。日本海に浮かぶ隠岐諸島は4つの有人島と無数の小さな島々からなる。同じ地球に住んでいるが、全ての場所が同じ速さで時を刻んでいるわけではない。都市は明日へと急ぎ開発を進め、景色は日々上書きされていく。一方で海に囲まれたこの島には、過ぎ去った時間と地球の記憶が今も静かに残されている。羽田から伊丹で乗り継ぎ、隠岐諸島へ向かいました。空港のあるこの島から旅を始めました。軽自動車1台がようやく通れる細い道を運転し続けた先に、この島のシンボルでもある樹齢800年の杉があります。皆さんおはようございます。いやーすごいですね。ようやく着いたんですけど、ここにこれが父杉っていう杉になってます。すごい自然が作り出す造形美が本当にすごい美しいなってこれ見ると思いますね。本当にこの幹の感じというか、すごい本当に芸術的になってるって。この音聞こえます？この鳥のさえずりしか聞こえないこの空間が本当に居心地よくて、さっきから少しずつ人は来たりするんですけど、基本的にもうほとんど人もいないんで、ものすごくゆっくりできますね。こういう感じでところどころ穴が開いて空洞になってるんですけど、でこの穴から蒸気が出てくるから、この周辺は結構霧が出やすいっていう話でしたね。でこの空洞に手を入れるとすごい冷たいんですよね。クーラーのこの風みたいな感じで冷気が出てますね。翌日にもこの場所を訪れた。一度目では見られなかった霧に包まれる瞬間にどうしても立ち会いたかったからです。今日朝4時半に起きてちょっと再チャレしてみたんですけど、もうめちゃくちゃ霧が出てて最高ですね。昨日夜めっちゃ雨降ってたんですよ。で今日絶対霧出るだろうなと思って来てみたら、やっぱりベストコンディションです。本当に人も誰もいないし、すごい見てください。深い森に霧が満ちると、この巨木はただの杉ではなく、島の時間を抱えた存在のように見えてきます。この杉は崩落地の岩盤の上に立っている。水を得ることさえ難しい場所で、それでもおよそ800年静かに生き続けてきた。その姿に生命力という言葉の本当の意味を見た気がした。枝をいろんなところに伸ばして、でこういう水蒸気、霧だったりとかこういう水蒸気から水分を吸収して800年間生きてるっていう、
このストーリーがいいですよね。本当に朝一に来るとこういう霧が見られるかもしれないんで、ぜひ来てみてください。僕今日朝4時半に起きましたけど、起きる価値ありました。本当、やっぱこの東郷はスポットが意外と少ないというか、こう人気スポットが結構絞られてくると思うんで、まあそういうのもあってか結構人は昨日いましたね、朝。あとちょっとか。600メートルもあんの。600メートル？結構遠いね。これかな？どこだ？うわ、ほんとだ。見える。このトカゲ岩の展望台は駐車場からすぐのとこにあるんで、まあ時間あればでいいんじゃないですかね。まあわざわざ見に来るほどでもないかもしれないですけど、まあでも可愛かった。完全に道を間違えてた。この鳥居をくぐった道だ。結構人いるね。この鳥居くぐったところか。なかなかこの伝説面白いっすね。沖諸島にある壇行神社と杉の木。壇行神社の入り口には今も2本の大杉が立っている。伝説によると、かつて出雲大社の社殿修理のためこの杉を差し出すよう求められた。けれど村人たちは鳥居を少しだけ奥へ動かし、壇行神社の所有物ではないと主張した。それがこの2本の杉の命を守ったという。なかなかいい話だな。この道歩くの気持ちいいわ。川の音を聞きながら。今ちょうど時期的に新緑なのかな。本当に新緑の葉が一面に咲いてて本当に綺麗。すごい。いやー、すごいよ、本当に。本当にすごいな。滝の音が本当に心地よすぎて、ここに今、2時間います。みんな割とすぐ帰っちゃうんですけど、まあ、写真撮ったりとか、なんか滝を見てたらもう2時間ぐらい経ってましたね。もう本当に今、新緑の季節なんで、この新緑も綺麗なんですよね、本当に。で、やっぱちょうど、今雨降ってるんですけど、ここ最近ちょっと雨降ってるからか、この滝の水量もすごい水量で、めちゃくちゃ迫力あります。なんかこの東郷の方は雨というか、まあ雨でよかったなっていう。杉の方も霧が出たりとか、これはやっぱ雨降らないとなかなかないんで、この迫力伝わりますかね、これ。すごくないですか？およそ600万年前の火山の記憶が色濃く残る西之島に向かいました。
西郷港から出るフェリーは1日1便。人や車、物資を乗せるこの船は島を結ぶインフラともなっている。今回この同然レンタカーで借りたんですけど、いいですね。こう港からすぐで。で、今日泊まるホテルがこのホテル沖っていうホテルなんですけど、これもまさかのレンタカー屋の隣っていう、めっちゃ近い。港めっちゃ近いんで、いいですね、このホテルも。やっぱなんやかんや旅行ってこの立地めっちゃ大事なんで。すごいな。エンジンこれでかけるみたいですね。何年前の車なんだろう、これ。古いね。メーターめっちゃ可愛い。車を15分ほど走らせると西之島らしい光景が広がっていました。おー。わわ、おー。やばい、こっち来てる。すごい。こんにちは。馬に囲まれてる。すごい。なんかペロペロしてるね。めっちゃ気になってるみたい、この車が。マジ？こちらを気にすることもなく、ただいつものように暮らしている。人の道に彼らが迷い込んだのではない。彼らの領域に人が踏み入らせてもらっているのだと感じた。怖いね。怒ってんのかな。顔いかついね。あ、馬と牛が喧嘩した。かつて西之島では牛や馬を活用して土地を生かす牧畑という営みがあった。耕作と放牧を4年周期で繰り返す独自の伝統農法であり、牛や馬が草を食み、その糞が土を肥やす循環型の農法だ。放牧と畑作を繰り返しながら、島の人々は限られた土地とともに生きてきた。その背景にはこの島の地形がある。火山活動が作ったこの島は平らな土地が少なく、土も決して豊かではなかった。海へ向かって大地がそのまま切り落とされたような断崖。このような厳しい地形だからこそ、人々は牛や馬の力を借りながら生きてきたのだ。あそこでずーっとポニーちゃんが寝てるんだよね。かわいい。馬って本当にああやって寝るんだね。完全に地面に横たわって。かわいいね。起こさないようにね、しないと。気持ちよさそうに寝てるから。ポニーちゃん爆睡中です、ここで。かわいいね。起きちゃった。うわぁ。入り口に馬が出迎えてくれてる。こんにちは。今日も元気そうだね。昨日いた2匹だね。木を食べてます。元気かな？今日も元気そうだね。
一匹の暴れ馬というか子馬の中でめちゃくちゃ元気なやつがいるんですけど、そいつは今日もここにはいないですね。走り回ってるんですよ。よいしょ。でこれちゃんと閉めないと逃げないよ。かわいいな、子馬が2人で遊んでて。尻尾ブンブンだよ。天気いいから気持ちいいんだよね。馬も喜んでるな。マテンガイ、子馬3匹と大人の馬2匹ですかね。島全体でも放牧されてる馬が確か100もいなかったはずなんで、数自体はそんなに多くはないんですけど、牛はいないな。牛どこ行ったんだろう。にしても綺麗ね。本当に綺麗。やばくないですかこれ。めっちゃ綺麗なんですよ本当に。もう絶対一回は来てほしい。日本人にはもう特に死ぬまでに一回は来てほしいです本当に。むちゃくちゃ綺麗。いやー本当にもうここ天国なんじゃないかなっていうぐらい、そのぐらい綺麗ですね。もう3時間でも4時間でも1日でも本当にずっと見てられるような景色で、マジで最高です。本当にいいわ。海と空の境界線がもう曖昧になってて、なんか本当にもう幻想的というか天国にいるんじゃないかなっていうぐらい、そのぐらい綺麗ですね。この美しい景色に隠岐で出会った素敵な言葉を添えたい。こっからの眺め絶景だな。すごい。相変わらず蜂はめっちゃいますけど。いやー絶景だね。本当にこのね新緑の緑が本当に綺麗なんだよな。うわーすごい。想像以上に迫力ある。でかいねこれ。いやーこの帰り道のここもめっちゃ絶景だな。この海の青と緑のコントラストがすごい綺麗。うわー絶景じゃんこれ。おお、こんなとこに鳥居が。いやーそうだよね。本当に絶景なんだよね。日本にはあんまないんじゃないかなっていうぐらいすごい絶景だもん。遊覧船まで時間ないんで、島で結構デカめのスーパーのところでお昼ご飯買って、この後遊覧船行こうかなと思います。ちょっと本当にもう時間なかったんで、本当は食堂とか行って食べたかったんですけど、で、東郷の方は結構もうセルフレジとかでクレジットも使えたし、
QR コード決済とかも使えたんですけど、この西之島のスーパーまさかの現金のみで、チブリ島とかはレンタカーも現金しか使えないみたいな感じなんで、そこはちょっと注意が必要ですね。品数もね、最低限はあるんですけど、めっちゃあるかっていうとそんなことはないので、もし東郷で買ってスーツケースとか入れられるんだったら、東郷で買ってから来る方がいいかもしれないですね。でも全然必要なものはあったんで、全然困ったりはしないんですけど。いた。三田地区でございます。コラダイ区でもたくさん止まっております。観光船に乗るとはるばる台湾からやってきた旅人と出会った。こんな日本海の小さな島まで外国から訪ねてくる人がいることに少し驚きました。その間、旅の同じポイントにとしまして、日本に住んでるんですか？旅行で？旅行？日本語めっちゃうまい。日本人のお友達と今日はあそれでは鬼ヶ城へと入ってまいりました。右手側に坂直の鬼ヶ島を回りまして、右手側が鬼ヶ島でございます。左側手前に少し大きめな岩がありますが、あちらは兜岩と呼ばれております。およそ600万年前、火山の噴火によってこの島の大地は生まれた。そしてその大地を日本海の波が長い時間をかけて削っていった。火山が作り海が削った場所でもある。それが国家海岸である。目の前の崖には600万年の時間がそのまま残されている。知夫里島にも同じ作り、同じ名前の石碑ありますが、知夫里島のものはこれよりも大きなものになっております。どちらも海からご覧いただけるようになっておりますが、知夫里島の石碑は陸上からもご覧いただけるようなものでございますので、機会がありましたら一度知夫里島の石碑もご覧になってみてください。設置段階といたしましては、日本一の医療を盛ります。海抜257メートルの天下無双の摩天内でございます。2番目、天に通ずる橋、通天橋でございました。波が長い時間をかけて岩を削り続けた結果、洞窟が崩落し、入り口の部分だけが残った。奇跡的にできた通天橋は、まさに自然が作り出したアートともいえる存在だと感じた。わあ、でかい。それでは通天橋ご覧ください。下にある岩が50年ほど前に落ちたものになっております。火山が噴火いたしまして、その際マグマが縦や斜め、亀裂に割って入って固まったものが白いお見事になっております。汁が美味しい食べ方。ではここから体は出さないようよろしくお願いいたします。このように電気を消しますと暗くなるのでございます。また前方二股に分かれておりますが、右側が出口とつながるくの字のところで、はい、200メートルが暗く、出口の50メートルはこのように明るくなっておりますので、明るい暗いと書いて明け暮れと呼ばれ思います。ここから折り返しまして裏方向へと戻ってまいります。
来るときは近く到着しました国安海岸、帰りは少し沖合の方から右手側に絶景をご覧いただきつつ戻っていきたいと思いますので、もうしばらくの船旅をご辛抱ください。せっかくなので数時間だけ一緒に島を回ることになった。台湾から来た彼女は沖に移住した友人を訪ねてこの島までやってきたという。旅が好きで日本を巡り世界のいろいろな場所も訪れているそうだ。そしてこの春には日本語学校に通いながら日本語を学んでいる。遠い場所から来た人と日本海に浮かぶ小さな島で同じ景色を見ている。少し不思議な感覚になった。10回日本10回すごい。ポポは忙しい忍者マジか。うおー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 、見てしまった。牛がうんこするところしかも結構距離近くてびっくりした。寝てますね。またしかも1匹だけじゃなくて2匹寝てるんだよ。ここで草いっぱい食べてもう眠たくなったのかな。好きな時に食べ、好きな時に歩き、好きな時に眠る。こんなにも美しい場所で毎日を過ごしている。その姿を見ていると少しだけ羨ましくなった。もしかしたらこの馬たちは人間よりもずっと豊かな時間を生きているのかもしれない。かわいい。こんにちは。あそこにもいる。タヌキだ。レンタカーのおばちゃんがタヌキいるって言ってたけど、本当にいた。
美味しそうにもぐもぐしてますね。ここが赤萩山展望台です。すごいね。西之島とかいろんな島がこの展望台から一望できる感じになってて、西之島全体見れるのかな。西之島と中之島と地が見れる感じになってて、あれが中之島ですね。であれが西之島。人っ子一人いなくてめっちゃ気持ちいいよ。こっち側はこっち側ですごい綺麗なんだよな。本当に軽自動車1台分しか通れないこの細い道を登ってきて、遊歩道の先は断崖絶壁です。ちょっと蜂が多いな。すごいよこれ。こっち側も歩けるんですよね。ちょっと道があって。よいしょ。ちょっと角度変えるだけでもね、見え方変わったりとかするし、本当に今回の沖諸島の旅は自然の雄大さを感じる旅ですね。目かっぴらいて目に焼き付けて帰りたいなって、そのぐらい綺麗。本当にスケールがね、本当に全然違うんだよな。首里島の西側に石壁と呼ばれる断崖がある。およそ600万年前の火山活動によって鉄分を含んだ岩が積み重なり、空気に触れて錆びるように赤く変化した。目の前に見えているのはこの島が生まれた頃の地層である。こんなに断崖絶壁のところにも雑草が生えてる。どうやって生えてきたんだろう。本当に自然のこの生命力って本当にすごいな。この島来て多分もう100回ぐらい言ってるけど、わーお、風情感じるな。何年前の軽自動車なんだろう。でも放置されてもう10年以上経ってそうだけどね。最後に展示で綴られていた言葉を引用して動画を締めたいと思う。